されどうも。ということで今回もやっていきますか。牛肉が美味しい季節になってきたと思うんで、この塊肉を使って牛もも肉のフォレスティエールを作っていきます。フォレスティエールというのは森を意味するフランス語で、キノコをふんだんに使った料理を指すことが多いですね。まず下準備していくのはこちらの和牛です。もちろん、オーストラリアの牛肉だったりアメリカの牛肉だったりお好みのものを使ってください。それでこれだけのね厚みがあるんでちょっとタコ糸で縛ってるんですけど、全然タコ糸で縛らないでそのまま焼いていただいても問題ございません。ただね、こうやってタコ糸で縛ってチャーシュー縛りのような形にしておくと、なんでしょうね、こう筒状といいますか、キューブ状といいますかね、そういった感じで形を整えて焼くことができるんで縛ってます。そしたら全体にまんべんなく塩をしておきます。そしてこれぐらいの厚みのある肉なんで最低でも30分ぐらいは常温に戻しておきたいんで、ニンニク、タイム、ローズマリー、これらを使って牛肉にマリネ、香りをつけながら常温に戻していきましょうか。ハーブがねもしないという方はニンニクだけでも構いません。少しラップでくるんで香りがねしっかりと馴染むようにしましょう。はい、こんな感じで牛肉に香りを移しておく間にキノコの準備をしていきます。なるべく3種類以上のキノコがね準備できたらいいですね。せっかくこうフォレスティエールといってキノコをふんだんに使う料理の名前なんで、あんまりこう1種類とか種類が少なくなっちゃうと寂しいような印象もあります。そんなこともあって、今回使うキノコはシイタケとブラウンマッシュルーム、普通のマッシュルームでも全然大丈夫です。あとエリンギは包丁でカットというより手で裂いて香りがより出やすいようにしました。それもお好みで大丈夫です。そして、舞茸ですね。舞茸はいいですよね。香りがこうすごくしっかりしてて、食感はエリンギ、舞茸はこう香りみたいな、そんなイメージでちょっとこの2つは使ってます。そしたら、しめじですね。しめじはこうキノコを使うとき外せないですね、個人的には。なめこはこう真空パックされてるものじゃなくて、株付きのなめこが時折スーパーに置いてあるので、そういう時にね出くわすとテンション上がりますよね。きのこも準備し終わったんで、お次は玉ねぎですね。こうきのこのね料理なんですけど、このレシピだときのこだけ使っちゃうとちょっとこう物足りなさがあるんで、こういったね玉ねぎ、香味野菜でさらにこう奥行きを出していくような感じです。あとニンニクも使います。切り出しはこれである程度終わったので、牛肉がねそろそろ、ちょうど30分ぐらい経ったんですけど、20分から30分ぐらいですかね。ニンニクと、タイム、ローズマリー取り除いて、少し水分が出てたら拭ってあげましょう。というわけで焼きの作業に入っていきます。フライパンはしっかりと熱くしておいて、今回はこのステンレスのフライパンなんで結構熱伝導いいですから中火でやってます。フッ素加工とかお使いの場合はもしかしたら強火の方がいいかもしれませんね。それは使い慣れてる器具と調理器具と相談してください。こういった感じで全体がいい感じに香ばしく焼けてきました。これぐらいで一旦、フライパンからは外します。でアルミホイルをかぶせて保温しておいてですね、フライパンにはバターを加えて、バターと先ほど、マリネに使ったニンニクとタイム、ローズマリー、これらを加えます。で弱火ですね。ごく弱火の中で、今回は麺がしっかりしてるところが4面あるんで、それぞれ2分ずつぐらい温めていくような感じです。4面2分ずつやったらですね、一旦引き上げて2分休ませます。そしたらまた戻して、今度は、2分だともしかしたらやりすぎちゃう場合もあるんで、1分から1分半ちょっとだけ、時間を短くします。4面やったらもう一度引き上げて休ませると、こんな感じでゆっくりと中心まで火を入れていきます。
そして牛肉を焼いたフライパンはうまみがこびりついてるんで、水とかで洗い流さないで玉ねぎにきれいにしてもらうイメージです。玉ねぎの水分でこうフライパンのこびりついた焼き色とかがね全部こうしっかりと落ちてくるんで、そしたらきのこを加えて全体に合わせます。軽く塩をするの忘れないでください。そしたら今度はねきのこのねうまみが鍋底にこびりついてくるんですよね。失敗したと思わないでね。この焼き色大事ですから、白ワインでこそげ落としてください。白ワインの水分もきのこに全部に含ませたら、今度は軽く生クリームと水を加えます。全部生クリームだと少し重い印象もあるんで、水と半々で割るような感じです。その液体できのこを煮込んでる間に牛肉の火入れの確認もしておきます。もうだいたいこの頃にはバチコリ OK な火入れになってると思うんで、縛っておいたタコ糸を外して焼いた時に少しだけこの牛肉のねうまみの素が液体として出てると思うんで、それもこのソースに加えます。それでしっかりと黒胡椒でキレを出したらいい感じになってると思うんで、牛肉を再度戻してしっかりと温めますね。これも、片面30秒から1分ずつにしましょう。そしたら引き上げて先に牛肉をカットしていきます。ちなみにこれ今回はローストビーフのようにやってますけど、牛肉をねあらかじめ薄くスライスしてきのこと一緒に炒めて今回のような工程で同じように作ることもできますから、お好みや気分によって変えてください。牛肉の火入れも問題ないですね。美味しそうな色になってると思います。それじゃあ盛り付けドレッシングに行きます。これきのこの付け合わせにもなりますしソースにもなりますからね。一人二役ぐらいやってくれてる感じがまたね優秀なんですよ。毎度きのこには頭が上がりません。そしたら満を持して牛肉の登場といった感じですね。いい感じに美味しそうになってるじゃないですか。最高。若干苦みがあるんだけどスキッとしてて、でもその苦みもねすぐ消えるから非常に飲みやすいですね。キレがあっていいです。めちゃくちゃうまいのは、これはもう多分焼く前に20分ぐらいニンニクとローズマリー、タイムでこう、ね、マリネをしたことだと思うんですよね。しっかりとマスキングされてる感じがもう最高というか、臭みがね感じられないですね。美味しい匂いがすごいする。この牛肉からはきのこのね付け合わせなんですけどね、またこれがいいっすね。うまみ調味料とか使わなくてもねこれだけうまいですからね。焼いた焦げ感のうまみと白ワインと生クリーム、それだけでねこれだけ牛肉を引き立てられるのもなかなか珍しいんじゃないですかね。うまっ。もうこれパスタと絡めてもうまいわ。ちょっとね贅沢したい日に言うてもそんなに材料の数必要としないで非日常感を楽しめるっていう意味ではすごくいいんじゃないですか。牛肉うまっ。スパークリングとも最高に合うなこれ。このまま寝たい。食べ終わったら。というわけで牛肉のフォレスティエールでした。これからの時期にぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。